今回は使うと大体ゲームが終わるカードについて紹介します。デュエルマスターズには、使うだけでそのまま勝ちに直結するようなカードが、昔よりもはるかに増えていきました。圧倒的な効果力、圧倒的な展開力、圧倒的なロック性能など形は様々です。今回はそんなカードを6枚紹介していきます。ガガガガヤールブランド。最初に紹介するのは、ガガガガヤールブランド、DMRP18 往来編第2弾で登場した、コスト8のスター進化クリーチャーですが、その能力は、このクリーチャーを、コスト3少なくし、さらに、このターン、自分の他の日のクリーチャーを召喚していれば、追加で3少なくして召喚してもよい。ということで、このクリーチャーのコストは実質2です。そしてこのカードが離れた時、自分のクリーチャーをすべてアンタップし、スピードアタッカーを与える。最初のテキストのその攻撃の後でこのクリーチャーを破壊する。ということで、出したターンから効果を発動することができ、スター進化クリーチャーということもあり、最低1体はアンタップさせることができます。このカードが主に使われるデッキは赤タン速攻で、通称赤タンガガガと呼ばれます。赤タンガガガは3ターン目で驚異の7打点を形成することができるデッキで、雑な回し方としては、まず1ターン目にブレイズクローを出し、2ターン目に監獄入道などを出した後、ブレイスクローで攻撃、3ターン目にブレイズクローなどの殴れる1コストのクリーチャーを出し、それを進化元にガガガガヤールブランドを出し、最初にガガガガヤールブランド以外で攻撃した後、ガガガで攻撃、そうすると、ガガガガヤールブランドの能力で、進化元ごとアンタップするのでそれらで攻撃するだけです。デザイン通り使われて、構築もほぼ変わらず、1年以上環境に居座っているので、ガガガガヤールブランドの強さがひしひしと伝わります。神羅剣士キングダム。次に紹介するのは神羅剣士キングダム。DMEX16 で登場したコスト4の闇自然のルナティックエンペラーで、この種族を持つということは、当然究極進化持ちの進化クリーチャーです。究極進化とは、進化クリーチャーの上から進化させるタイプの進化方法で、近年の究極進化クリーチャーはコストが軽いか、侵略などの踏み倒しによりかなり出しやすくなっています。話を戻しまして、神羅剣士キングダムの能力は、場に出た時、山札の上から3枚を墓地に送り、その3枚の中からクリーチャーを1体出すという、シンプルかつ強力な踏み倒し効果を持っているのですが、なんと、コスト、文明、進化非進化一切指定がありません。地風流ジャイアが出ればそのまま相手は何もできず、クライマックスジャオーガが出れば、そのままリーサルを狙うことができます。なお、それらを組み合わせたデッキ、黒緑剣士キングダムが、オリジナル環境で活躍しています。低コストの魂度とズンドコモモキングを組み合わせ、最速3ターンで大型クリーチャーを叩きつける理不尽ムーブと、低コストのメタや除去カードによる柔軟な対応力が強いデッキタイプです。もし、フィニッシャーがめくれなくても、地震やギュンターペガサスがめくれれば、踏み倒しのチャンスがまた生まれるため、想像以上にフィニッシャーを押し付けることができます。超神羅星アポロヌスドラゲリオン。超神羅星アポロヌスドラゲリオンは、コスト6の究極進化持ちの、進化クリーチャーで、侵略により早期着地が可能になっています。能力は、選ばれた時に相手のマナからカードを2枚墓地に置く効果と、メテオバーンで下にあるカードを3枚墓地に置くと、相手のシールドを全てブレイクするという、テキストを見るだけで、出たらそのままゲームが終わることがわかります。そしてこのカードを使うときは、進化元が3枚あることが必須条件になります。進化元が1枚の進化クリーチャーでは、メテオバーンの条件を満たすことはできませんが、他の侵略持ちのクリーチャーを先に挟むことで、容易に条件を満たすことができます。その仕様を最大限に活用したデッキが赤緑アポロヌスになります。回し方は超簡単で、低コストのレクスターズを場に出し、進化設計図やエボリューションエッグなどを活用し、アポロ、バトライオーガ、侵略持ちを回収した後、バトライオーガを出しそのまま攻撃するとき侵略を1回挟んで、アポロに侵略し、メテオバーンを発動するだけで、そのままダイレクトアタックまで持ち込めます。このコンボが決まるのは最速3ターン、ガードストライクで止まらないのも、強さに拍車がかかっています。とはいえ、単体除去トリガーで止まってしまうので、後続がなければ厳しい戦いを強いられるのがデメリットになります。カード単体のスペックはピカイチなのでビートダウンとしては、1、2を争うスペックと言って間違いないでしょう。10番竜 OB メーカーパーハンドレッド。10番竜 OB メーカーパーハンドレッドは、DM22RP1 ゴッドオブアビス第1弾で、登場したコスト10のクリーチャーですが、
OB メーカーで出した案に出した、自然のクリーチャーの数だけコストが3少なくなるので、当然10マナは払いません。その他の効果は、シビルカウント後で自分の場に、自然のクリーチャーまたは魂度が計5枚以上あれば、相手のターン中は相手のクリーチャーと魂度の登場時能力を、使うことができなくなります。ワルドブラッキオが相手のターンしか縛ることが、できなくなった代わりに、魂度も縛ることができるようになったイメージです。自分のターン中、出した自然のクリーチャー ×3 コストが減るため、当然コスト1で早期着地させたいところ、そこで考え出されたデッキが緑ターン OB メーカーです。回し方も簡単で、サーチカードでクリーチャーをかき集めた後、3、4ターン目に自然クリーチャーを並べた後、OB メーカーを出すだけ。こうして、相手の動きが鈍った隙にメタカードや打点を揃え、殴り切る、というビートダウン寄りのデッキです。一見3、4ターンでの再現性がないかと思いきや、2×4 の計8枚採用されるコスト1のクリーチャーや、マナーアンタップ要因、ソイソイミー、ダンディナスオや音量の舞などの、実質コスト1以下のクリーチャーたった2マナで、ガチャレンジ召喚できるそれらをサーチ呪文で補えるので、自己率も低く再現性の高さにも寄与しています。OB メーカーが登場し、デッキが組まれてから、アドバンス環境トップで絶賛大暴れしています。超戦流派モルトネクスト。超戦流派モルトネクストは DMR16 曲で登場した、コスト7のドラグナーで最近発売されたデッキ、流派爆炎のテーマにもなったカードです。能力は、マナ武装後で自分の非マナが5枚以上の時、コスト5以下のドラグハートを出すことができ、さらに有マナ武装後で各ターン初めて攻撃する時、自分の非活ドラゴンのマナが5枚以上あれば、アンタップする効果を持ち、展開力と攻撃力を兼ねたクリーチャーです。古き良きハートバーンを出せば、そのままジャストキルを狙うことができ、バトガイハートを出せば展開しつつ打点を補強できるなど、1枚で状況に応じた動きができるため、テキスト以上の仕事をしてくれます。コストが7ということもあり、踏み倒しカードを含めたマナカーブで、出しやすいというのもメリットとして捉えることができます。今でこそ環境1強ということはなくなりましたが、新規ドラグハートやドラゴンの登場により相対的に強くなり、そして流派爆炎によるさらなるパーツにより環境に返り咲きつつある、モルネクは今後も注目ものです。青木団長ドギラゴンバスター。青木団長ドギラゴンバスターは、DMR21 で登場した、非自然のコスト8のクリーチャーで、デュエルマスターズの代表するカードの一つです。効果をおさらいすると、コスト5以上の非可自然のドラゴンが、条件の革命チェンジ、自分の多色クリーチャーすべてにスピードアタッカー付与、ファイナル革命で、手札またはマナから、コストの合計が6以下になるようクリーチャーを、踏み倒すトリプルブレイカーで、書いてあることがすべて強いです。発売当初のフィニッシュ手段は、ファイナル革命からアパッチウララを出し、そこから、ダブルブレイカー以上のサイキッククリーチャーを、出すという手段で長い間使用されてきました。それだけではなく、当時のモルトネクストのフィニッシュ手段である、各ループのチェンジ元にも用いられ、相対的にモルトネクストも強化されました。ドギラゴンバスターが殿堂入りするまでに殿堂入りした関連パーツも多数で、例を挙げると、チェンジ元のイービルヒートや、メガマナロックドラゴンやドルガンチュリス、踏み倒し先のアパッチウララーやショートラフルルの2枚などです。ドギラゴンバスターの勝ち方の大枠はファイナル革命とスピードアタッカー付与を利用した、打点形成というシンプルなものですが、周辺パーツとの圧倒的な噛み合いと仮に打点が足りなくても、高いパワーでゴリ押しできてしまうのが恐ろしいポイントです。ドギラゴンバスターが殿堂入りした後はドギラゴンバスターをコンセプトとしたデッキを見ることは少なくなりましたが、ガイアッシュ波動、モルトネクスト、4C ジャオーモンなど、様々なデッキのフィニッシュ手段として採用され続けています。まさしく最強の1枚と言って差し支えないでしょう。今回は、使うと大体ゲームが終わるカードについて紹介していきました。圧倒的な攻撃力を持つものや、圧倒的な盤面制圧力を持つクリーチャーが単体で、フィニッシュまで持っていけることがほとんどですが、デュエルマスターズはカードを組み合わせたコンボも、また強力なものが多々存在するのが面白いです。皆さんが印象に残っている、出されたらまず勝てないカードはありますでしょうか？もしあれば、コメント欄で教えてください。ここまでご視聴いただきありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録や高評価で応援よろしくお願いします。